おはようございます。今日は、ポルトガルのビセウに来てます。今バスで到着してバスターミナルなんですけど、見てください。このバスターミナルめっちゃ綺麗。本当ポルトガルで数々のバスターミナル使ってますけど、多分今まで行ったバスターミナルで一番綺麗で、そして便利。トイレもすごい綺麗でしたし、カフェとかインフォメーションもすごい綺麗で、しかも冷房が超キンキンに効いてます。こんなバスターミナルあんまり日本でもないぐらいの綺麗さです。それでビセウというとですね、多分日本の方はほぼ知らないんじゃないかなと思うんですけど、ビセウはですね、ポルトガルの、中部内陸のあたりに位置してて、リスボンからはバスでちょうど4時間でした。セテリオスのバスステーションから高速バス取って4時間ですねの距離にある、町です。あんまりですね、国外では知名度高くないんですが、ポルトガルの中では結構、暮らしたい街の上位に入るっていうような形でよく耳にする、街です。治安であったりとか、教育、医療関連かなり整っていて、暮らしやすい街の一つとして評価されているって言われている、街です。僕もそういう評判をよく聞いていて、すごく来てみたいなと思っていた街です。はい、まずこのパステラリアで、ビセウ名物のビリアットシュという、ご当地ペストリーをいただきます。これがビセウ名物のビリアトシュです。でこれV 字型になってるんですけど、これがこのビセウの地の英雄、2200年前ですねにローマ軍に立ち向かったポルトガル建国以前の英雄ですねのビリアトという方の名前から取ってビリアトシュと名付けられてます。ビリアトはビセウの中でもすごいなんていうんですかね、本当に国民的英雄なので、いろんな場所、通りの名前とかホテルとかいろんな場所にこうやってお菓子の名前みたいになって使われてる、このビセウを代表する人物と言われてる、ヒーローですね。めっちゃ大きいです。ブリオッシュの生地にココナッツと程よい量の卵黄クリームが入ってます。すごい優しい味ですね。美味しいです。すごいボリューミーですよ。大きいし分厚いので食べ応えがあります。パステラリアからすぐのところにあるこの美しい庭園がジャルディン・ダス・マエスという庭園です。ちょうどトラムが来ましたね。さっきの案内板に書いてあったんですけど、ここですね、もともと違う名前の庭園だったそうなんですが、ポルト出身のある彫刻家の方が母を偲んで作った、スカルプチャーをここに、設置して、でそれにちなんで母マエスですね、ジャルディン・ダス・マエスという名前に1940年代に変わったそうです。なんかそれ聞くとなんかすごいより素敵に感じますね。すごい綺麗ですよ、ここ。やっぱりポルトガルの地方都市来るとこうやって花がすごいカラフルにすごい綺麗に手入れされてるのがすごい好きです。これ
いいですね、この道。石畳と石造りの、家の外壁がとってもムードがあります。はい、ビセウ大聖堂に来ました。このビセウ大聖堂の周りの街並みがすごい可愛いです。ですごい高台にあるので、このパーキングの縁からの風景もすごいスペクタクルですね。景色がすごい綺麗です。すごい景色です。気持ちいいです、風が。この大聖堂の前にあるのがポルトガルの11代目の国王のドン・ドゥアルテの、像です。ビセウ生まれだそうです。で、彼はかの有名なエンリケ公開王子のお兄さんだそうです。この旧市街の街の雰囲気が本当に魅力的です。本当に歩き回ってるだけですごい満足感です。とても可愛い通りを見つけました。この上のイルミネーションのデザインがすごい素敵です。このライトのヘッドが床というか石畳に反射してるのが分かりますか？これがすごい綺麗です。すごい目が幸せです、この通り。またこんな美しいスクエアに出てきました。ここもすごい雰囲気素敵です。ここの雰囲気が好きすぎて3往復目してます。すごい素敵すぎて感動です。ただの婦人ブティックがこんなに綺麗美しい、一つ一つの建物にすごい胸が躍ります。お土産にこれ買います。さあ、お土産も買えたのでちょっとお茶休憩でもしようと思います。ここはフォルモザ通りという、またここがより大きなストリートですね。こっちはもっと大きい通りで人通りも多くてお店が多いです。これがメルカド・ドゥ・マイオという、メルカドですね。こんな感じで広げた広場にカフェとかレストランがいっぱい並んでてすごい綺麗です。2階建てになってて、2階もこんなに開けたすごい綺麗なメルカドです。
多分、メルカドというか多分マーケットとかイベントがある日はここに多分真ん中に出店が出たりステージができたりして憩いの場になってるような場所ですね。調べてみたら築100年のすごい古いメルカドを改装してこの綺麗な新しいメルカドに生まれ変わらせたそうです。すごい綺麗ですね。すごい素敵です。このメルカドの横のストリートもめちゃくちゃ素敵ですね。このアズレージョはそうこの町の田舎の休日とかお祭りとかの日常の風景を表して描いているものだそうです。すごい素敵ですね。キャセドラルが真ん前に見える、バーに来てちょっとだけ休憩中です。今のところこのビセウの街半日いての感想はすごい暮らしやすいとか住んでみたいっていう風に言われる意味がすごいわかります。なんか居心地がいい街だなっていうのがすごい印象です。やっぱりちょっと地理的にもこ観光地化されすぎてなくて、そうでもすんごい街が綺麗にメインテインすごい綺麗に街が保たれてて、そう全ての場所公園含めですねすごい綺麗だし、そうなんかなんていうんですかね、綺麗だけど落ち着いてて、そうすごい自然な感じがします。すごい居心地がいいです。それがしかもですね、これキャセドラルと反対側のビューも見えますかね。そうマウンテンビューですごい逆の景色も綺麗です。ではミュゼウ・ナショナル、グランバスコに入ります。ここはですね美術館の名前にもなっているグランバスコですね。バスコ・フェルナンデスという16世紀のルネサンスの、画家ですね。ポルトガルを代表する画家の一人のミュージアムです。はい、このミュージアムはですね動画撮影がNG なので写真でちょっとだけ本当に少し様子をお見せしましたが、そうグランパスコ以外もですね同時期の、画家たちの美術作品が多く展示されていて、グランパスコ本人のポルトガルの国家国宝に指定されている作品も見れますし、最近僕が、紹介したジョゼ・マルヤ美術館の、ジョゼ・マルヤの絵もありました。もうすぐ目に飛び込んできました。そうすごくなんですかね空いてて全然人いなくて僕しかいなかったです。一人しか。そうで落ち着いて鑑賞できてすごい良かったです。そう実はですね今修復作業中でビゼウ大聖堂は見れないんですけど、はい、その代わりですね同じ雰囲気というか隣接するこのミュージアムですねで雰囲気を味わいました。これが大司教館とか進学校、この大聖堂に隣接するこの建物を改修してミュージアムにしているので雰囲気は本当にすごい素敵です。今回ですね残念ながら修復作業中でビゼウ大聖堂は見れないんですけれど、この目の前にですね同じくですねすごく美しい建物があって、イグレジャダ・ミゼル、コルディア・ドゥ・ビゼウというビゼウ、慈悲教会という教会ですね。ビゼウの、慈善団体が、建ててるこの教会で、ここに、はい、今日入っていきます。
さあでは、さっき来た、ちょっと反対側にですね歩いていきます。この後ですね、ちょっと宿に立ち寄って荷物置いて、少し休んでまた街に出てきました。今8時前ですね。そろそろディナーの時間なので、夕飯を食べに行こうと思います。一応ですね、事前にちょっと行きたい店チェックしてあったので、そこに行こうと思います。またこの通りを通れるので嬉しい。はい、ディナーはこちらのお店です。ビセウに住んでた、方がビセウでレイタオがすごい人気のお店ですと教えてくれたので、ここにします。はい、サンデスドレイタオです。レイタオといえばコインブラの Vlog の時にも紹介しましたが、小豚の丸焼きですね。ポルトガルの、名物です。これのサンドですね。サンドドレイタオで見えるかな、これにですねケイジャアマンテイガードという、羊のチーズですね、濃厚なチーズを追加したサンドにしました。おいしい。今日めっちゃ歩いたのですごいスタミナが補給できそうなメニューです。また趣のある通りを発見したので、小道をいろいろジグザグ歩いてます。夕焼けに染まってきてますね。綺麗です。今偶然ですね散歩していたら、このフニクラの路線を見つけました。ロマンチック、めっちゃ綺麗、めっちゃ素敵ですね。すごい、この坂越しに見える景色がすごいロマンチックです。すごいすごい、本当に美しい。夕方にここ発見してよかった。夕方だからこのオレンジがかった色が本当にちょっと哀愁漂ってて、このクローズとなった線路のちょっとした寂しさといいコンビネーションですね。下から見上げた大聖堂の景色です。はい、やってきました。これがあれですね、地上側の始発点というか登る側の駅ですね。やっぱちょっと寂しいですね、これ見るとしまわれてる車両が。暗くなったら絶対このトラム、フニクラの路線もっと綺麗だと思ったのでまた戻ってきました。またちょっと頂上に登り直して上からの夜の景色を皆さんに共有します。
はい、夜の景色です。全然違う表情で違う趣があります。はい、夜の大聖堂です。綺麗。どうですか、この夜景の色。いや、ほんと泊まりにしてよかったです。これ本当に今の時期10時過ぎぐらいじゃないと見れない景色なので、そう泊まりにして本当正解でした。すごい綺麗で、ああ、いいですね。何とも言えないいい気持ちです。わあ、さっきの通り戻ってきました。夜めっちゃ楽しみだったんですよ。ライトアップされてますね、やっぱり。すごい。すごい。本当に綺麗です。電球が控えめなのでギラギラしてなくてすごい素敵です。感動。本当に綺麗です。本当に感動する。さあ、多分今回の Vlog、このディレイタ通りが何度も出てきてると思いますが、ちょっとくどいかもしれないですが、本当に一生忘れられない、通りになりました。このディレイタ通り、いやー、なんかもう夢にも出てきそうなぐらい、この本当石畳と建物のなんか重厚さと、この、ライトアップのこの個性的なデザインと全部が本当に合ってないようで合っていて、本当に素敵です。本当にビセウチルな街ですね。もう平日の多分11時前とかなんですけど、バーとかレストランのテラス全部賑やかです。でもなんかみんなバカ騒ぎしてる感じじゃなくて、本当にいい感じに盛り上がってるのがすごいチルで好きです。おはようございます。ビセウ2日目です。今日ですね、今朝起きて、でまず昨日の夜に見た旧フニクラの線路の景色、朝のちょっと明るい時はどんな感じか見ておきたいなと思ったので、もう一回ちょっと景色を明るい時間帯のバージョンを皆さんと共有しようと思って、そっちに今散歩してます。景色がはい、明るい時間はこんな感じです。いいですね、この朝の景色も。さあ、では大好きなディレイタ通りをまた通って遠回りしながら、朝食を食べに行きます。ビリヤトシを注文しました。実はですね、朝食別の場所に行く予定で、コンフェイタリアアマラールっていう、ビリヤート社の発祥のお店があって、そこに向かう予定だったんですけど、このディレイト通り通ってたら昨日見たこのお店がちょっと気になってて、そういつも常に結構賑わってるし、この大好きな通り見ながらですね、食事できるのすごいそう特別だと思ったので、こっちに急遽買いました。でも良かったです。めちゃくちゃ美味しいです、ビリヤート酒。
この通りは僕本当に今までの人生の中でも一番のと言えるぐらいすごい綺麗な通りなので、ここを見ながら名物を食べながらコーヒーをゆっくり楽しむ朝、本当に最高でした。おすすめです。ちょっと今回の Vlog で紹介できなかったアマラールですね、コーフェイタリアアマラールもぜひ皆さん僕は行けなかったんですが行ってみてください。僕ももし次来る機会があったらですね、アマラール行ってみたいなと思います。はい、今日最後の目的地は秋のリベイロ公園です。街の中心にある、ここ市民の憩いの場ですね。すごい綺麗な公園です。SNS で偶然ここ見かけてずっと行きたいなと思っていて、なんか夜ですね、夏は夜11時まで開いてて、夜もなんかすごいライトアップとかなんか演出がすごい綺麗ってビセオの方がおっしゃってました。すごい大きいわけじゃないですが、すごい綺麗な公園ですね。小川が全体に張り巡らされてて、であとテーブルがいっぱいあって、テレワークしてる人がいっぱいいます。すごいいいですね。本当この街もう本当チルだなって思います、人が。はい、ではですね、はい、リオパビアという街の中心を流れている川沿いの広場に来てます。もうこれ、バスターミナルのすぐ横です。ここで、ビゼウ Vlog 締めくくります。皆さん、1泊2日の、1日半ですね、1日半のビゼウ Vlog いかがだったでしょう。本当にもう何度もお伝えした通りですね、僕はディレイタ通りの景色と、あと旧フニクラの坂道の景色ですねが本当に忘れられない風景に、なって本当心に深く刻まれる旅になりました。こういうリスボンとかポルト以外のですね、ザ観光都市じゃない街の Vlog っていうのは本当に作られていないポルトガルの美しさとか、日常の風景、人々の暮らしみたいなところが、垣間見えるような Vlog を届けたいなと思って、それをモットーで撮ってるので、多分それがすごく、リアルに、そして忠実に伝わっている Vlog になっているような気がします。編集するのがすごい楽しみです。皆さんもそれが楽しんでいただけていたら幸いです。もうビセオが住みたいとして言われる理由が本当に分かる、旅でした。自分もいつかこんなところで暮らしたいなと本当に夢見る時間でした。はい、では、一旦ビセオの Vlog はここまでで、次の街にこれからバスに乗って移動するので、また次回の、トラベル Vlog もご期待いただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。